皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。道楽親父です。今回は前回から随分空いてしまいましたが、不動車再生計画ということでやっておりました、ホンダのディオなんですが、今回、原因が、前回分かったということで、今回、組み立て前回やった時に圧縮がやたら低いということでね、やっぱり圧縮がないとやっぱり火花取りませんのでね、その圧縮を上げるための、いわゆるカーボン紙ってやつですね。そのカーボンの除去を行いました。これは本当に薬品でほぼほぼ取れるのかな、削ろうかと思ったんですけどもね、私は本当ズブの素人というか、素人に毛が生えていないぐらいかな、てっぺんと一緒で。なのでね、あんまり下手なことをやってね、痛い目に遭うよりも、最悪バルブ交換しちゃえばいいかなと思ったんですけどもね、そのまま組んでかなり圧縮高く、これね圧縮測ってないんだけどね、測り忘れたというかなんですけどもね、もうエンジンかかっちゃったんでね、後から追加するかどうかわかんないですけどもね、圧縮何キロまで上がったって動画もあればよかったんだけど、実数値でないので残念なんですが、おそらくですけども8キロ9キロ以上は間違いなくあると思いますね。っていうのはセルで普通にかかっちゃうってことは、そこそこ圧縮高いんでね、元通りというか、本当最初うち来た時はセルじゃ圧縮上がんなかったのかな、確か前回の動画で分かると思うんですけどね、ほぼほぼキックでなんとか4キロとかそのぐらいだったんで、かなり改善されてると思います。で今ですね、エンジンを下ろす前にシックネスゲージでバルブのクリアランスをちょっと測ってるんですけども、なんかちょっと狭いような感じなのかな。確か通常 1.6 とかどのぐらいなんだろうな、1.6 じゃない 0.16 とかそんなもののような気がするんですけど、若干狭いのかな。問題ないとは思うんですけどね。というわけで、バルブが、クリアランスがマイナスで開きっぱなしってそういうわけではなさそうでした。それが分かっただけでもね、それはまずないのかな。キックして多少の圧縮があったんでね、それはないのかなとは思ってたんですけども、念のため測ってみました。測る必要がこのタイミングであったのかどうかは別として。でね、この私道楽親父本当にね横着者なんですよ。というかズボラというかね、願わくばこの状態でヘッドカバーは外れたんでね、ヘッドぐらい外れるかななんて、ヘッドさえ外れちゃえばなんていうのかな、カーボン紙直せるから車両に搭載された状態で抜けるのかなと思ってやろうと思ったんですよ。抜けるわけないですよね。そもそもの話、スタッドボルトが引っかかっちゃいますんでね、スタッドボルト自体を外せば抜けるんだろうけど、どっちがだるいのかどっちが楽なのかで、もう諦めてエンジンを落とします。エンジンを下ろします。だからね、ヘッドカバーぐらいつけてやれば本当ね危なかったですよ。ヘッドカバーつけなかったからね、シリンダーヘッド壊しちゃいかねなかったんですけど、運よくぶっ倒しただけで済みました。私の過去の動画にもありますけども、フロントホイールクランプ式のバイクスタンドを買ったのはこれでぶっ倒したのが原因です。この時にまだ買って持ってなかったんですよね。でフロントクランプ式のバイクスタンドあればこれぶっ倒さずに済んだのになーって思うことから、無駄遣いをしてしまったということなんですが、こうやってぶっ倒すという、そんなこんなで、ちょっとしたイレギュラーというか大失態ですねありましたが、無事エンジンの方は外れました。ヘッドと合わせてちょっとピストンの方も見たんですけども、そんなになんていうのかな、傷とかも入ってなかったんでね、ピストンはそのまま使っちゃうということで、最悪ピストンリングだけ交換しようかなとは思ってたんですけども、そんなにダメージなかったんでね、そのまま使っちゃいます。問題なのはやっぱりバルブなのかなということで、今からバルブをばらしていきます。このバルブスプリングコンプレッサーってただ締め込んでいけばコッターピン、バルブコッター、コッターピンっつうのがあって、これは勝手にポロって取れるんですけどもね、私本当にねよくなくすんですよね。これ
実はねこの作業をした時も、なくしまして、純正パーツを慌てて取り寄せたと思ったら出てきたという、無駄にコッターピン2つ余ってます。欲しい方いたらご連絡いただければ。お金のやり取りできないか、あげますあげられるか。で今回使うのはこのワコーズの、リムーバー。これなんかやたら強力です。本当ね、もう息もできないぐらい臭いというか。でこれ吹きつけるとね結構カーボン取れます。塗装被膜はやったことないんですけども、これで取れるということなんでね、今度塗り物あるかな。塗り物あったら剥がす機会があったらちょっと使ってみようかなとは、まだ未経験です。でね、交換するガスケットなんか交換するのにガスケットに吹いちゃってね、よくやります私はでこの車体なんですが、かなりオイル交換がちょっとされてなかったのか、いずれにせよオイル交換ちょっとずさんだったのかなと感じられましたね。オイル交換がちょっと間が空きすぎたタイミングでずっと行ってたのかで、バラした時ほぼオイル入ってなかったんですよ。蒸発したのか、上がったのか下がったのかわからないんですけど、とにかくドロドロのオイルが、出てきました。出てきたか多少そんなこんなで部品をきれいにしてまいります。きれいにし終わったところでまた元に戻していくんですけどもね、本来だったらねバルブの合わせ面とかやるんだろうけど、たかが原チャリなんでね、そんなことをしねえったって大丈夫だろうという甘い考えで組んでいきます。一応タコ棒も木島のコンパウンドもないわ。木島のコンパウンド私バルブコンパウンドを使ってるんですけどもね、ないわけじゃないんですけどね、やるのがただめんどくさいだけなんですよでちなみになんですが、コッターピンなくした時に一緒に、バルブステムシール買ったんですけども、交換をすっかり忘れております。そのうちまたバラした時にでも交換しようかなと思って、その前になくしそうな気がして、よくある話なんですが。でね、ほんとねフォーストねあんまりやらないんでね、このバルブコッター入れるのが大嫌いなんですよね。もうやらなくはないんですよ。ちょい乗りなんかはね、鈴木のちょい乗りあれなんかはね、手で余裕でちょっとあれコッターピンじゃないですよね。バルブの上に爪みたいなのがあって、そこに引っ掛けるみたいな、そういった感じのやつなんでね、もう本当にね、ああいう本当構造だったらね楽ちんなんだけど、これなんかね本当ね、一応グリスつけて、柱じゃねえな、バルブにへばりつけてゆっくり入れていくんだけど、だいたいずれるというね、経験ある方はね察していただければね、私のこの不器用さとこのその苦労をって思うんですけども、とにかくめんどくさいというか、入りちっちゃきゃちっちゃいほど難しいですね。これは大ききゃ多分簡単なんだろうけど、大きいのこそやったことないからわかんないんですけど、動画の編集上ね、これ一発で決めてるように当然編集したから一発で決めてるじゃないや決まってるように見えるんですけどもね、これ 5,6 回やり直してますからね。しかもね、もう何日もやったか、ボールペンで位置修正してボールペンでやるなんつうのってね、マイナスドライバーの細いやつ、キャブのジェット抜く用のやつで、たまに、よくやるんだけど、ほんとね難しいです。うまくいかんの。
はい、というわけでちょっと手こずりましたが無事組めました。ピストンなんかもね全部ばらしてリングばらして掃除したんですけど、ちょっとその動画実は撮れてなかったみたいでね、一通り掃除は終わらせまして、で古いガスケットなんかもちょっと取って、ここから組み付けに入っていくんですけどもね、ガスケットなんか全部新品に交換ということで、でねガスケットね表と裏を間違えるというか、裏表逆にするというか、同じか意味もうねダメね最近ほんとねやらかしました。逆でしたね。こんなことがね最近よくあるんですよね。なんか人間年取るとねやっぱり思い込みというかね良くないですよね。初心忘れるべからず下も回らんわ、皆さんこれどうやられてんだろうな。カムチェーンなんかはね結構中にズズズなんて入っていっちゃわないように、私はいらないこのケーブル、ギボシがオスメスついたケーブルを押さえに使ってるんですけどもね、これ意外と楽ですよ。雑に使えるし、もうすぐ新しいのなんかこんなコードなんかしょっちゅう捨てるっていうか出てくるからね、便利に使わせていただいております。ピストンリングなんかも綺麗にカーボン取って、カーボンというかもうすごいオイルの汚れがついてたんですけどね、その汚れを取ってシリンダーに組み付けていきます。意外と簡単に50って入っちゃいますよね、スポって、これねシリンダーを押し込むのねかなり手こずってるんですけどね、なんてことないカムチェーンが一コマ噛んでたという、ね、ちゃんと引っ張り切れてなかったのか、ちょっと先に押さえつけちゃったのがねいけなかったのかね、なかなか入らないという、あんまりないかな。結構サクって入っちゃうんですけどね、ちゃんと引っ張ってカムチェーンを引っ張りながら入れると入るんですけどね、なかなか手こずっちゃいました。とりあえずシリンダーも収まりました。でベースガスケット逆に組んだね教訓を生かし、ヘッドガスケットはね間違えないように組みたいと思っておりますが、またやらかすんじゃないのかって期待してくださいね。やらかしませんからははは。余談なんですが、ベースガスケットもヘッドガスケットもこれエンジン型式でなんぞかな、外面似てるんですけどね、インジェクション車とキャブ車でこれベースガスケット違うんで、ベースもヘッドガスケットも違うんで、組み付けるときはエンジン型式というか、それちょっと確認されてから購入されることをお勧めします。私のはちょっといろいろネットで調べて危うく前の型のベースガスケットとヘッドガスケットを買うところだったのを防げたという、そういったのもあるんで、なかなかないですよね。もうずっとね鈴木なんつったらもうずーっと同じねガスケットだったりとかするんだけどね。あとカムなんですが、上視点に、クランク合わせてポッチカムのポッチが上で、組み付けます。もうマイナーチェンジごとに設計してるんじゃないかって思うぐらい、もう実際そうですよね。エンジンブロックほぼ一緒なのに、エンジンブロックまではね設計はしないと思うんですけど、そのまま使うと思うんですけどね。そもそもの話、本当に制御装置もろくにというかつけられないですよね。原付のエンジンじゃ。それなのにこのエンジンもそうですけど、68もそうだけど63あたり AF63 あたりから PGM-FI ついてますね。で、32ビットの CPU、大型車の、PGM-FI よりはなんか簡略化されて、もうちょっとコストを下げて作られてるんだけど、それでもねやっぱりそんな制御装置を原チャリに惜しげもなく投入するっていうのはどうなんだろう。環境に真剣に取り組んでる会社っていうのをすごく強く感じますよね。そうこのデジタルトルクメーターなんですけども、ピークトルクをプリセットしてメーター見ながら締め込んでるんで、このピーっていうアラートは8割だか7割ピークの、入力した数値の8割か7割から鳴り始めるってことはね、ピーピーうるさいんだけどね、メーター見ながらやれるから、誤差は普通もうほんと精度の高いやつからするとあるんだろうけど、やりやすい、使いやすいですよこれ。
ね、本当 DIY 向きというかね、本当個人で楽しむ分にはこんな程度で十分なのか。こんな程度って言ったらすごい失礼ですよね。もうなかなかすごく優れもんですよ。いいものかなって思いますね。でこの方はもうすでに生産は終了された、これ5、6年前かな、購入して5800円で購入しましたね。25じゃない、27から135ニュートンかな、そのぐらいの範囲を測れるっていう、まあ結構ワイドで、確かメーター見ながらだと確か123とかってなったような気するんで、まあそこら辺精度ないし必要もないんですけども、まあ135までは測れるっていう便利なものですよ。もう我が家ではずっと愛用しております。まあ135まで測れるとね、まあ乗用車のホイールのトルクもまあ規定トルクまで測れるんでね、もう本当使いやすいですよ。おすすめです。まあね、本当はね、カチンカチンってなるね、まあ豪華なやつ、高級なやつ欲しいんですけどもね。まあ問題はね、このタペット調整、タペット調整するねじ回し、私持ってないんでね、思いっきりプライヤーでやってるんだけど、まあちょっとそのうち買いたいなと思ってるんですけどね。まあこっそりまたポチります。まあ上を見りゃきりないんですけどね、安いのだったら1000円以下でね普通に売ってますんでね、まあなくてもできんだけど、まあいっか。まあ良い子の皆さんは、まあこれは悪い例なんでね、もうプライラジオペンチでってまあとんでもないね。まあでもできるはできますわ。なんでね、まあお金に余裕がある方は買ってください。もうまあ私小遣いもうちょびっとなんでね、もう使えるもんでやっております。まあね、そもそもね、ネジ緩めちゃえばね、そんなにこう硬くてこうねトルクかかるような部品じゃないんでね、傷入れることもまずないだろうし、まあ本当ラジオペンチで十分だと私は思ってますけどね。でホンダのフォースなんかはね、まあ諸説あってね、本当何ミリ開ければっていうのはねちょっと曖昧なんですけど、まあ私はもう 0.15 前後 0.16 が基準っていう風になんか覚えちゃってるんで、もう 0.1615 あたりで調整してます。私なんかまあホンダよりもどちらかというとスズキのフォーストよく扱うんですが、まあちょい乗り本当大好きでね、ちょい乗りなんか 0.5 から7とか、0.5 じゃ 0.05 から 0.07 はい 0.05 から 0.07 ぐらいかな、だいたいそのぐらいで合わせてますね。まあ、ちょい乗りに限らずね、レッツ4なんかも同じ数値で合わせてて、おそらくそのぐらいで確かマニュアルを見たのかなっていう記憶があるんで、ホンダのこのエンジンなんかつうと 0.2 とかってそんなに開けちゃっていいのかっつぐらいなんかタペット音しそうなんだけど、まあ一応まあ間を取るわけじゃないんだけど、まあ 0.1516 あたりで、まあ、いつも合わせちゃいます。で今お話をしててちょっと気になっちゃったんでね、ちょっとマニュアル引っ張り出してきました。じゃーん、ちょい乗りのマニュアル。ちょい乗り、これちょい乗り、もう私のバイブルですわってわけじゃないんだけど、ちょい乗りやったらね、持ってた時があってね、まあマニュアル1冊ぐらい買っとこうかなって買ったんですよね。まあその中の、まあ、バルブのページ、これがやっぱりそうですね、 0.05 から 0.07 っていう、まあ限界値が 0.1 になってるんですけどね、調整は 0.07 が上限というかでした。でカムスプロケットなんですけども、まあこれまあコマ間違えることはまずないと思うんですけども、テンショナー入れると若干時計回りに、これ上にテンショナーついてるんだけど、テンショナー入れるとね若干手前に時計回りにもあるんでね、少しなんとかな戻ることを想定した位置での位置になると、まあぴったりいくんじゃないのかなと思います。でカムスプロケットのこのネジなんですけども、ちょっと細いんでね、やったらトルクかけずに規定トルクで締めちゃってください。まあ、一応規定トルクは9ニュートンとなっております。まあ、このボルトなんか頭 8mm 軸 5mm のボルトですか、細いんでね。そういえばカムスプロケットのこと何も言ってなかったけど、カムスプロケットにはね線が入ってるんで、まあ、切り欠き線が入ってるんで、シリンダーヘッドのこの面と合わせるような感じで数字が1、2と右左に振ってあるんですけども、1が下側ですね、地面側、2が上側というか、まあそれで合わせれば問題ないと思います。
もうプリセットなんかしないでね、本当に見ながらインジケーター見ながら本当急に行ったところで、手止めるみたいな感じで、これピークホールドしてくれるんで分かりやすいですよ。でまた再びトルクかかり始めるとゼロに戻るというかなんでね、すごい使いやすいですね。もう散々さっきから言ってるけど。で本来ならこれカムスプロケットを押さえその変な穴ぼこ開いた工具があるんですけど、それを押さえながらやるんだけども、私なんかほんとフライホイールを押さえて、だからそれでももう他の部分に負荷がかかるってわけではないと、チェーン返してね、軸にそのままスプロケットついてるんでね、負荷がかかるって言ってもチェーンにそんだけのテンションがかかるだけなんでね、問題ないと思います。いつもこうやってやってるけど。で今チェーンテンショナーも右手で全然見えない、左にカメラ構えればよかったんですけどね、もうカメラ移動するのもめんどくさいというか、カメラで撮影してることをすっかり忘れてて、でテンショナーなんかは外すと一番下に降りちゃってるんで、仮止めをして、仮止めしながらね、どんどんテンショナー中にドライバー突っ込んで回すとね、テンショナーのこの上がってくるんでね、テンショナーが上がってくるんで、上げながら閉めて上げながら閉めてで最後に1回上げて優しく戻してあげればもうそれで大丈夫です。たまに何台かねバラしててね、たまにテンショナーがぶっ壊れててね、すごい音してたのがあったんだけどね、それは壊れてればすぐ分かるんでね、手離したというか外した時にね、下まで伸びきればちゃんとなってるんで問題ないと思います。でパッキンなんかはね、別に劣化してるというか硬化してるわけじゃなかったんで、もう得意の使い回しです。そんなにここ重要な部品じゃないのでね、使い回ししちゃいます。あとヘッドのパッキンなんかもね、オイル漏れてたわけじゃなかったんで合わせて使い回しします。ベースガスケットとヘッドガスケットはね、当然毎回ごと新品にしちゃいますけどね、なんて贅沢なんだ。たまに使い回しします。いやごくごくたまに使い回しする場合があるかもしれないですで結構ね使い回ししてる。で見ての通りね、汚れとかそのままなんですけどね、別にフルレストアじゃないし普段乗りの原チャリなんでね、本当はサンドブラストかけたりなんてしようかなとも思ったんだけどね、そんなめんどくさいこといちいちやってらんないんで、ちょっと汚いエンジンなんですけど、そこら辺見なかったことにしてください。本来だったらねバルブすり合わせとかいろいろやるんでしょうが、もうめんどくさいんで本当に薬品付けで終わらせました。でもエンジンは組み付けがなんとか完了して、これから車体に乗せていきます。さて久々の車体が登場ネジっつうの、ネジ2本ですからね、なんだかんだ言ってエンジンとフレームがつながってる部分っていうのは実はネジ2本なんですよね。バラしてる方はもうご承知かと思いますけどもね、このサスペンションの場所1本と、エンジンエンジンハンガーっていうのが1個噛んであるんだ、フレームとの間にあるんですけども、私はもうエンジンハンガー外しません。もうそのまま1本シャフト抜いて、でサス抜いて、でエンジン落とすんでね、取り付けもその逆でシャフト1本入れてサスのネジ入れて、でもう完了ですよ。あとは補機類いろいろなものを取り付けて完了なんですけどもね、こんなのも順番とかルールとか一応あるんだろうけど、マニュアルなんかはね結構見ながらね、1冊あるとね、どの車種にもおおむね通用するようなね、スクーターだったらスクーター1冊とか、あるとすごくいいと思います。ちなみになんですが、このシリンダーのカバーなんかは先つけといた方が良かったかなと。先につけるんだろうけどね、これつけてから乗っけてもね全然ダメか、センサーとかあるからどうかな、どっちでもいいです。いやどっちでもいいわけねえだろうってね神経質な方はねマニュアル通りにやっていただければ、サービスマニュアルなんかほんとね組み付け方も書いてあるんでね、そっちの方が正確です。
ね、ここら辺まで来るとね、もう早くエンジンかけたい早くエンジンかけたいってね、気がねなんかもう落ち着かなくなるんだよね。もう、とにかく早く組み立ててなんですね。とりあえずエンジン火ね入れられるかつ、もうこの楽しさのね一番大きな部分でしょうね。このエンジンがかからなかったものがかかるようになるって思います。でこれインジェクションなんだけどね、やっぱり燃料供給されるまでね若干ラグがあるのか、まあね完璧に抜けてるわけじゃないんだけど、一瞬焦りましたよ。それにしてもズボラですよね。もうインジェクションもユニットごとそのままボンってつけて外してねでね、一番めんどくさいのはこのコードだったのかな。ケーブルスロットルケーブルスロットルケーブルが結構ねフレームにフレームなんだろう、ドライバーがねすごく入りづらい、ドライバーじゃないな、これ 10mm のナットかな、すごい入りづらい位置だったんでね、なかなか取り付けは手こずりましたけどね。まあ締め付けしづらいというか、まあここら辺はまあしょうがないんだろうけど、ソケットとエクステンションあればまあ難なく、締め付けできるとは思うんですけどもね。どうやったんだっけな、これスパナでカタカタやったのかな。というわけでスロットルボディにスロットルケーブルが取り付けできました。マニホールドやっぱり最後に取り付けた方がねちょっと移動させたりする、移動というかねちょっと手を突っ込む時にね動かしやすいっていう意味でね、マニホールドは最後に、インテークマニホールドは最後に取り付けるって変な癖があるんだけど、いやこのやり方いいですよ、楽ですよ。何かあった時にすぐ何かあった時にその代わりね締め忘れることもないか。まあ普通やるときになんかもうユニットごとにこうナット類ビス類はまとめてトレーに入れてるんでね、まあ締め忘れはないとは思います。でゲンチャリがね好きでね、もう乗り始めて30何年40年何年だ、もう計算できないや、50だから34、5年まあ実はですね、免許を取ったの、原付の免許を取ったのが16歳の誕生日に試験場行って一発で取ってきましたよ。だから誕生日、まあ私8月の25日乙女座なんですけどもね、誕生日一発で、原チャリの免許取ってきました。まあそのぐらい揺るぎない原チャリ愛、まあ小さなスクーターちっちゃいの好きまあね、でもね日本の道路交通法ってねちょっとね原付に対してねちょっと厳しい部分ありますよね。まあ、確かに危ないんだろうけども30キロの制限だったり2段階右折だったり、まあね原付一種自体がね今絶滅危惧種となっておりましてね、ほんと排ガス規制とかの問題でね、まあ今後どうなるのかわからないんですけどもね、便利な乗り物なんでね、まあ内燃機関はなくなってもうエレクトリックパワーに変わっていくんだろうけどもね、まあそのまんまずっと生き続けてほしいなっていう部分はあります。まあそんな熱く語ってる私ですら、まあ原付1種から2種、まあ 50cc 以上の登録をわざわざして、ナンバー変えて乗ってますけどね、黄色ナンバーにして。さてつなげる部分もあとわずか、まあ、で電装系の部分のみになったんですけど、ね、このアースがねめんどくさいなって、いちいちそこのビニール袋を通してこの取り付けるという、まあ、あとはコネクタぶっ刺すだけなんでね、これ形みんな違うんでね分かりやすいかと。昔のってギボシだったからな、今カプラになってるからいいけどね、本当昭和の時代のなんだろうな乗り物なんかね結構カプラーじゃなくてねギボシでバラでっていう色を見ながら配線つなげれば大丈夫なんだけど、まあ、すごく面倒くさいっていうのがあったかな。まあ、その昔はねそんなに難しいね補給類もついてなくてね簡単な構造だったんだけどね、まあどんどん進化していくにあたってねどんどん手つけられなくなるのかなって思ったけど、そうでもないですね。本当にこうユニットごとにこうね簡略化整理されてね組み立てやすくなってるっていうかって感じます。さてプラグも取り付け終わり、いざまだねこれねエンジンオイル入れてないんですわ。とりあえずねマフラーもついてないけども、まあ、燃料ホースはつなげてるんでね、これエンジンかかるんだろうということでね、まあ、かけちゃいます。まあオイル
シリンダー内は全部オイル塗りながらね取り付けてるんでね、何発かはできるかなと。これね、なんでなんだろうね、悪い癖なのは分かってるんだけど、エンジンオイルまで入れちゃいました、でもエンジンかかりませんっていうのがね何回かあるんですわ。私何回かあったんですわ。なんでね、なんか火ね点火するかどうか、エンジンかかるかどうか確認してからじゃないとオイル入れたくないってね、せっかく入れた新品のオイルね、ただね 700cc 無駄にするっていうのもねなんでね、とりあえず点火するかどうかだけ確認するっていう変な癖がついてるという、皆さんは絶対真似しないように。エンジン壊しますんで、壊れるかな、一瞬だったら大丈夫だと思うんですけどね、それなりに負荷がかかるんでね、やめといた方がいいと思います。さていかがだったでしょうか。無事エンジンオイルも入れて何の問題もなくエンジンがかかるようになりました。何度も言うようですが、これフルレストアじゃないんで、とりあえず一応これで完成かなと。本当はねボディとかもねやろうかななんて思ったんだけど、時間があったらボディのリペア編も作ろうかなとは思っております。よかったら高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。今回も最後までご視聴ありがとうございました。道楽おやじでした。